皆さんこんばんは、サイラです。今回はテイルズ・オブ・アライズでローとティオハリムの特殊状態になった際の攻撃力の増加について検証をやっていきます。ローのすごい記録も出ていますので、最後までご視聴ください。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。ローにはアウェイクニングとティオハリムにはロッドエクステンションっていう状態があります。ローはのけずることなく攻撃を当て続けると発動します。ティオハリムはもっとわかりやすくジャスト回避をすると発動する、そんな感じの特殊状態になっています。それぞれが発動した際に攻撃力の増加っていうのがあります。今回はその増加量がどのくらいなのかを検証してみようと思います。ローは説明を見る限りこの状態になると攻撃力と属性攻撃力が上がると書いてあります。またスキルパネルでは攻撃力がさらに上昇するっていうのが3つ、あとはさらなる段階が増えて攻撃力属性攻撃力が上がるっていうのが2つあります。スーパーサイヤ人的な感じですかね。後ほどお見せするんですが、これは状態は3段階あるって思ってもらうと分かりやすいです。通常状態ではどのくらいダメージが出るのかを確認しておいて、アウェイクニングが発動した際にどのくらいダメージになるのかっていうのを1段階、2段階、3段階でそれぞれ確認しようと思っています。それによって倍率を導き出そうとしています。ティオハリムの方のロッドエクステンションですが、ヘルプを見る限り攻撃力の増加はありません。ただしスキルパネルを見る限りは攻撃力増加が3つついています。あとはクリティカルダメージが増加するっていうのも3つついています。これによって攻撃力が増加するだろうということで、こちらも確認しようと思っています。それでは早速ローの確認をしていきます。技はメッシン画法を使っています。装備は今見えている通り最弱装備にしています。こちらでアウェイクニング1段階、2段階、3段階、合計4つを確認していきます。すごい結果になりました。かなり強いですね。ノーマルでは1643。これが1段階目で2135。1.3 倍のダメージアップになっています。2段階目が2629。1.6 倍になってますね。3段階目が3121。1.9 倍。それぞれが 0.3 増えていってるって感じですかね。1.3、1.6、1.9 って感じで増えていっています。約2倍のダメージってことですね。ここで1点、過去の動画での修正点があります。単発ダメージ最強の動画の中で燃焼剣を使って確認していたんですが、コメント欄で教えていただいた通り、メッシン画法が単体最強技でした。今回はそれを使っているんですが、前回の数値を修正するという意味で、同じ状態で燃焼剣を使って出てくるダメージからメッシン画法のアウェイクニング3の状態であったらっていう仮定の話のダメージを計算してみようと思います。それ以外に瀕死ダメージアップとかあるんですが、各キャラの最善となるとちょっとキリがないので、アウェイクニング3段階目のみの確認にしようと思います。それでは燃焼剣のダメージを確認してみます。476でしたね。先ほどのメッシン画法を使った時もそうだったんですが、どちらも反撃ダメージは入っています。武器が最弱装備なのでダメージは全然低いんですけれども、どちらも同じ条件でやっています。3段階目が3121だったんですけど、今のが476でした。比較をするとなんと 6.55 倍。それだけダメージが上がっています。技単体の火力が上がってるのと、3段階目の 1.9 倍っていうのも入っていて 6.55 倍っていう感じになっています。これを当時出ていたダメージ159万1722
これに掛け算をすると1042万5779という感じで1000万のダメージを超えました。雑魚戦闘で3段階目まで上がるってことはなかなかないですけれども、もしその状態にできたとしたら1000万ですよ。アルフェンが2229万のダメージを複数回ヒット、最大6ヒットするってことで、それはさすがに桁外れのダメージではあるんですけど、こちらも3段階目まで上がるっていうのはちょっと手間ですけど、一度上がってしまったら特別な予備動作なく技は連発できて、それが全部1000万級のダメージ。これは桁外れに強いですね。さすがに1000万っていう数字、8桁の数字はおそらくこのゲーム上見ることはできない数字かなとは思うんですけど、条件が揃ったらこのダメージ、ストーリー中でも技さえ覚えてしまえば他のキャラと比べて桁外れに強いダメージは出せるっていうことになりますね。恐ろしいダメージです。以前の検証ではリンウェルにすら負けているみたいな感じで公開してしまったんですが、アルフェンにはさすがにかなわないとしても、さすが近距離色っていうすごい威力ですね。これがもし通常の雑魚戦闘でもポンポン出せるようだったら、そう考えるだけで恐ろしいですね。弱点としてはため行動が一旦入るっていうところと、攻撃範囲が狭い、これが弱点かなと思います。動き回る敵に対して当てるのはなかなか難しいかなっていうところと、複数狙うっていうのが難しい、その辺が弱点かなと思います。その辺ではアルフェン本当に万能ですよね。攻撃範囲、遠距離から当てられるし、複数と当たることもおそらくできますし、そういった単体にしか使えないって弱点はありますけど、恐ろしいダメージを出せるってことが分かりました。ファンの皆様、単純に私が使いこなせてないだけで大変失礼なことしました。ローはめちゃくちゃ強いです。ここに訂正させてください。前回の順位もう一回表示しておきます。単発の数字の大きさでしかないので、あくまでも参考程度ってことですが、前回はこうなっていたんですが、これがこういう形で変わります。近距離色2名が上に並んだって感じですね。続いてティオハリムの確認になります。これも結果が大きく狂いそうで怖くもあるんですが、確認していきます。通常時が101万8736、ロットエクステンションを発動している状態で145万5338でした。そこまで伸びなかったっていう感じですかね。攻撃範囲がめちゃくちゃ広がるので使い勝手はすごくいい、そういうキャラクターではあるんですけど、ダメージって意味ではそこまで伸びないっていう感じなんですかね。計算をすると 1.43 倍ぐらいになります。攻撃力アップが3つ、クリティカルダメージアップが3つ。ちょっと計算したんですが、計算式がいまいち分かりませんでした。ただ 1.4 倍ぐらいのダメージアップになるって考えてもらえばいいと思います。ローほどの極端な差っていうわけではなかったんですが、それでも 1.4 倍って結構な上昇率なので、だいぶ強くなったと思います。ここで改めてティオハリムを反映した単発瞬間ダメージの数値を表示しておきます。こんな感じになると思います。これ見て思うんですが、キサラさん、近距離色なのに魔法も使えるティオハリムに負けてどうすんのよ。これじゃあ守れないよっていう感じですね。コメントでご指摘いただいた部分も含めて改めて検証やってみました。結構面白い結果になったんじゃないでしょうか。ローの1000万超えっていうのはちょっとびっくりしました。以上で今回の検証を終わります。今回の動画はどうだったでしょうか。感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。てんてん
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。